皆さんこんにちは、ひろちんです。今日も動画を見てくださってありがとうございます。このチャンネルでは日本語を勉強している皆さんに向けてアニメやゲーム、日本の文化についてできるだけ自然な日本語でお話ししています。もしまだ第1回を見ていない人はぜひそちらも見てくださいね。第1回では私がリヴァイ兵長を大好きな理由についてお話をしました。さて、今日のテーマはこちらです。もしあなたが調査兵団に入るなら誰とチームになりますか？皆さんも自分なら誰を選ぶか考えながら聞いてくださいね。実は私が一番好きなキャラクターと一緒にチームになりたいキャラクターは違います。私が一番好きなのはもちろんリヴァイ兵長です。でも一緒にチームになるなら私はジャンを選びます。リヴァイ兵長じゃないの？そう思った人もいるかもしれませんね。今日はその理由をお話しします。まず皆さんはジャンというキャラクターをどう思いますか？私はジャンの一番の魅力は普通の人であることだと思っています。もちろんこれは悪い意味ではありません。ジャンは巨人を怖いと感じます。迷うこともあります。失敗することもあります。でもそれってとても自然なことですよね。もし私たちが本当に進撃の巨人の世界にいたら怖いと思うのが普通だと思います。だから私はジャンを見るとすごく人間らしいなと感じます。皆さんはどうですか？ジャンに共感したことはありますか？そしてジャンは物語の中で少しずつ成長していきます。最初のジャンと最後のジャンでは考え方も行動も大きく変わります。私はキャラクターが成長する物語が大好きです。だからジャンを見ていると私も頑張ろうという気持ちになります。皆さんは成長するキャラクターと最初から強いキャラクターどちらが好きですか？ぜひ考えてみてください。ではどうしてリヴァイ兵長を私は選ばないのでしょうか？もちろんリヴァイ兵長は大好きです。強くて冷静でかっこいいですよね。でももし毎日一緒に行動すると考えたら私は少し緊張してしまうと思います。ちゃんとできてるかな、迷惑をかけていないかな、そんなことを考えてしまいそうです。だから私は少し距離があるくらいがちょうどいいかもしれません。皆さんはどうですか？もし憧れの人と毎日一緒に過ごすことになったら嬉しいですか？それとも少し緊張しますか？一方でジャンは信頼でき安心できそうです。もちろん厳しい場面もあると思います。でも一緒に悩んだり相談したりしながら前に進めそうな気がします。私はそういう関係が好きです。だから一緒にチームになるならジャンを選びます。もちろん他のキャラクターも魅力的ですよね。例えばアルミンはとても頭がいいです。困った時にどうすればいいかなと一緒に考えてくれそうですよね。皆さんは力が強い人と頭がいい人、どちらと一緒にいたいですか？ではサシャはどうでしょう？私はサシャと一緒なら毎日笑って過ごせそうです。でも私のご飯やおやつまで食べられてしまうかもしれませんね。皆さんはサシャと一緒にご飯を食べてみたいですか？一番好きなキャラクターと一緒にチームになりたいキャラクターは同じですか？それとも違いますか？ぜひコメントで理由も教えてください。皆さんの考えを読むのを楽しみにしています。それでは最後に今日の日本語のコーナーです。今日も5つ紹介します。1つ目は調査兵団進撃の巨人に登場する舞台です。
私は調査兵団に入りたいですというような例文が使えます。2つ目は普通、特別に変わったところがなく一般的でごくありふれている状態のことです。例えば、私は普通な人ですといったように活用ができます。3つ目は成長です。前よりできることが増えることです。例えば、ジャンは大きく成長しました。皆さんは日本語を勉強していて成長したなと思ったことはありますか？ 4 つ目は怖いです。強い不安や恐怖を感じる状態を指します。5つ目は信頼です。この人なら大丈夫、そう思える気持ちのことです。例えば、私はジャンを信頼しています。皆さんも私は信頼していますという文を友達や家族に当てはめて作ってみてくださいね。今日はもし調査兵団に入るなら誰とチームになりますかというテーマでお話をしました。皆さんなら誰を選びますか？ぜひコメント欄で教えてください。コメントを書くことも日本語の勉強になります。短い文でも大丈夫です。そしてこの動画が良かったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは今日はここまでです。最後まで見てくださって本当にありがとうございました。また次回お会いしましょう。